皆さんこんにちは。ながらクライクの時間がやってきました。あんなことやこんなことを忖度なしにトークするラジオ番組感覚の動画となっております。コーヒーを飲みながら、掃除をしながら、セールスソースのコーディングをしながらでも聞けるような内容になっております。今日のお品書きはこちら。セールスフォースのビジネスをやり続ける未来ってどうなるの？早速スタート。うちってセールスソースビジネスやってるっけっていうところはね、まずね、そこのとこ定義せんといかんばい。そうですね。そもそもセールスフォース推しってわけじゃないですもんね、別に。もうなんかセールスフォースしか押さない人たちは僕は嫌い。まあでもそういうことですよね。いや僕はね、お腹空いたって言ってるんです。お腹空いたって言ってるのに、大滝さんハンバーガー食べたいっすよね、食べたいっすよね、ビッグマック食べたいっすよねって言ってんの、あの人たちは。僕はそうじゃなくて、たまにはさ、和食だって食べたいしさ、スパゲッティだって食べたいわけさ。にもかかわらず、セールスソースビジネスをしてる人たちは、もうセールスフォースで料理したものしか出さないわけさ。違うと。っていうことで僕たちはセールスソースビジネスはしておりません。まあ前提としてですね。ソリューションの一つとしてセールスソースを持っているわけだって、あなたたちにはセールスソースは合いませんって言えるセールスソースパートナーなんですけど、パートナー活動は一切しておりません。パートナー界隈のコミュニティも行ったこともない。行ってもすぐ帰りますね。楽しくねって。そう、ドリームフォースのさ、パートナー界隈というかジャパンナイトってなかったんですけど、リツキと一緒に行った時に、あれ飲み物だっけ食べ物だっけ、食べ物飲み物どっちもちょちょって取って食べて3分ぐらい出たよね。隣のおっちゃんと名刺交換したけど、人も多いし、なんか思んないなと思って出ちゃって、その次バーガーキングかなんか行ったよね。そう、バーガーキング行きます。おお、アメリカのなんかハンバーガー一つでなんとなく払った15ドルぐらい払ったんだけど、そうそう、2人で4500円ぐらい払って、ちょっとでかい気がする。と思う。あとなんかホームレスの人たちが入ってきてさ、ちょっと怖かった。怖かった。雰囲気怖かった。あとなんかドリンクが頼めなかったんでカラカラ食べてましたよね。注文の仕方が分からなかった。高くてでもなんだっけ、インナ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 ウトみたいな、インナ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 ウトバーガーみたいな、インアウトって書くやつ、向こうじゃ有名な、なんていうか知らんけど、インナ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 ウトみたいな。あそこセールスソースビジネスあそこ行列がやばかった。もう何の話やねんこれ。セールスソースビジネスをなんでこんなんだったやる未来、僕のせい。そうでしたっセールスフォースビジネスをやる未来ってどうなんすかっていうところで、まあ僕たちじゃないっすよ。まずね、ターゲットがね、もうこの世の中にセールスフォースビジネスをやってる企業に物申すっていう感じのお題ですよね。失敗8割なんですよ、多分。それはセールスフォース、それでもシステム導入。セールスフォースね、入れました。ちょっと使えんかったみたいな。でも3年契約しちゃったみたいな。それを食っていくビジネスをするのであればめっちゃありだと思う。でも某企業のさ CS なんてそうじゃん。定着化支援できるわけないもん、業務知らないの。セールスソースのダッシュボードを構築しましょうみたいなのとかって、お客さんの業務知らないのにできないしさ、そもそもセールスソースってめっちゃライセンス高いわけじゃん。その時点でめっちゃハードル高いんですよね。定着化しようっていうその前にさ、ライセンス費用下げないとお客さんの気持ち落ち着いてないというかさ、高いのに払ってるのなんでこんなことしかできないんだよみたいな人たちのあるからさ、セールスソースビジネスをするならこう選ばないとね、場所を。じゃあ今から起業します。5000万資本金を授けます。セールスソースのビジネスをしなさいっていうお題だったら何します？5000万か。アップエクスチェンジを作る。仮にゃまあとりあえず俺が頑張って一人で01を生み出すってこと。そう、まあ、5000万って一人だったらさ、一人か。まあね、だけど審査で500万とか、そうお金取られますよね。むずい話が出てるな。審査っていうのはあとアップエクスチェンジに登録してダウンロードしてもらうためにコードレビューしなくちゃいけないですね。
セールスソース本体側のっていう時になんか100万単位でお金かかるから5000万だったら一人でコーディングして例えば年間800万だけもうその、なんだろう年収としてもらってみたいな、っていうイメージだよね、アップエクスチェンジ5年ぐらい黙々と一人でやって物を作りたいですね。私は01じゃないですね。ライセンスを売るっていうのは難しい気がするので、やっぱり構築をやっぱしたいなとは思っちゃうんですよね。01ってよりは何の構築すんの？いやそうですよね。営業をしたくないっていうのがやっぱあるので SES SES どっかに登録して二重受け三重受けまあそういう風になっちゃうんです。一人でやるならそうなっちゃうと思います。おもろいかな。まあ選べるなら面白いかもね。この案件が並べてみて、まあこの案件は面白そうとかだったら面白いかもね。もうこれやってとかだったら面白くないかもな。うち SES の人に断られすぎじゃない？いや本当にめっちゃ断られとるよ。断られてるピツキ多分ね1週間にね1ヶ月単位で言うと15人ぐらいの SES 企業の人と紹介があって、でこの人いいなと思って3人ぐらいオファーするよね、そしたらね2人は断られてる、全部断られる。難しいから他で決まりましたっつって、シュンってなっちゃう。セールスフォースビジネスを CRM、SFA だけでするんだったら僕は薄利多売のビジネスになって人数をめっちゃいないと無理だろうなって思う、あとお客さんの要望を聞いちゃダメ、うちはこんなんですよっていうのをバッと見せてこの通り作りますよみたいなのじゃないとダメだねって思う、最近さ安いプラン作ったじゃん99万円プラン、あれの問い合わせのさ質が悪すぎる、お客さんの質がねもうあれしたくないなって思ってるんだけど、でもあれをさセールスソースの担当営業の人に言ったらさ高いって言われたんだよ俺、どうやって利益出しとんと思ってなんか結構根掘り葉掘り聞いたら同じようなことを40万とか30万でするんだって。1ヶ月間ぐらいかけるかもしれないけどさそれをさ何本もしなくちゃいけないんだよあれ5本ぐらい30万して150万だよでやっとで沼ちゃんに月収として50万円入るわけさ企業だったらよ、5本だぜ。お客さんと打ち合わせたくさんできんじゃん。しないんだと思います。俺もそう思う。インストールしてチュチュって触って終わりでしょ多分。なんでうちみたいにツール軸じゃないよねみたいな、お客さんの業務を理解してやんなきゃいけないよねみたいな思考が多分そもそもない。セールスソースってある意味あんまないね。セールスフォースがいいって言われたからセールスフォースを安くでとりあえず導入してもらうっていう30万40万。あれを売りに出しちゃダメだよね。いやそうかもしれないですね。物売りと一緒でさ、あんなん出したら飛びついてくるわけじゃん。いろんな企業さんがねもう30万でできるんかっつってバーって飛びついてきた時に止めるんならいい。いや君たちはやめた方がいいと、もっとこうした方がいいと。でやるんだったらいいけど飛びついてきた人たちにめっちゃいいっすよってこれを全部って言ってたらさ失敗する人たちが増えてくるよね。そうですね。だからそこをなんかやってる企業さんはちょっとやってほしいかな、止めてほしいかな。セールスソースの営業さんも君たちはハブスポットがいいよって、言えないと思うけど止めてほしいかな。うちそうでしたもんね。最初99万円プランで、90万円プランを YouTube でしたっけ。本当で見てきましたって言って相談された結果、それ99万プランじゃなくねやりたいことっていう話に確かなったんですよね最終的に。ってなってそれ提案したんですけど、いややっぱ99万プランでやっぱ安いからあんまこう考えなくても出せちゃう金額っていうのが多分30万も40万も、99もそこに入っちゃったのかも。金額が低いとやっぱハードルが低い分こうちゃんと考えてないこともあるかもしれないですね。これは人によるかもしれないですけど。でもやらないなセールスソースビジネスは。それオンリーだけだったら思んない、やってて。セールスフォースの軸があるせいでセールスフォースありきになっちゃうじゃないですか、それ稼げなくなったらどうなるのがやっぱここにも効いてくるので、てか楽しいんかなセールスフォースビジネスだけやるって。どういう気持ちで社員の人たち働いてんの？それしか知らないからだと。でも社員は楽しいかもしれないですね。もしかすると楽だし、なんかもしかしたらですけどちゃんとこう世界とかのことを考えてないから、もしかしたらそのセールスフォースを売るぜ金稼ぐぜっていう数字遊びじゃないですけどゲーム感覚でこうとにかくポイントを稼ぐ金額を稼ぐゲームをやってる感覚なのかもしれないですね。とある企業さんで働いてる執行役員の人がもうなんか2年か3年に1回ぐらい SaaS 企業を転々としてる50代のおじちゃんがいるんですけど、
部署移動の感覚って言ってたんですよね。売り物が何が楽しいんだろうと思って聞いたことあるんですけど、楽しいことが考えないみたいな。俺はワインを飲んでソファーで寝るのが楽しみだって言った時にもうなんかもう超えてんだろうなと思って、そういう人に売ってほしく、お客さんを買ってほしくないなと思って、バリューなくね、てかツールにバリューがあるんだけだって、その人にバリューはないかなと思ってて、っていう僕の偏見ですね。でも経営者と現場はまた違うかもしれないですね。セールスフォースだけをインプルしてる会社の経営者っていう観点だと確かに、面白いのかなとは思うかな。現場としてはね、一生懸命ね、ミッションなんですね。そうそれを、だからビジネスとしてもしかしたら現場やってないかもね。作業として次この案件か、よしやるかみたいな。なるほどね。それ面白いですね。なんかビジネスとしてやってるから、ビジネスって日本語訳すると仕事なのに、なんかビジネスと仕事なんか違う気がしません？事業としてみたいな意味合いかな。なんだろうね。事業プラン的な感じかな。どちらかというと。事業としてはセールスフォース楽しいの？それはそう言われたらちょっと分かんないですね。そのセールスフォースだけで。もうセールスフォースを使ってシステム納品しますっていう観点だと私は面白くないかもしれないですね。そこになんかいろんな、じゃあコンサルティングもしますよとか、なんかじゃあ違うツールと連携して使いますよとか、そのセールスフォースじゃないからなんか一部セールスフォース残しながらこっちになんか新しいシステム作ろうぜみたいなビジネスモデルだったら楽しいかもしれないですね。でも従業員だったら別にどっちでも物を作るっていう事実は一緒なので、そっか、多くの人は駒として働いてるから考えなくてもいいよね別に、お金もらいさえすりゃ、乱暴の考え方でもそう乱暴かな。だけどセールスフォースをするか別にキントンするかによって別に給料が変わらなければ別にタスクだったら別にしないよね。どっちでもいいよね、セールスフォースビジネスをするかどうかなんか、どうでもいいと思います。むしろそれしなくて毎月50万円あげるよって言われたら辞める人は、ベーシックインカムみたいなもんだよね。9割10割じゃないですかね。9割ほぼやん、でもそうじゃないですか。毎月60歳まで50万払うよって言われたら辞める人絶対多いでしょ仕事。そうだね。50万じゃ足りん。人によりますけれども、僕も今従業員の立場ですけど、上の人がどう思ってるかに結構僕は流されやすい思ってます。うちはやっぱりそのセールスフォースを売るぜじゃないじゃないですか。ちゃんとお客さんの本当の悩み聞いて、セールスフォースじゃなかったら、いやそれセールスフォースじゃないですよってちゃんと言いますし、でそういうのがあってセールスフォースって分かってやってるので。いやでもそのスタンスは絶対あると思うな。でそれが嫌だから起業したりとかフリーランスで自分でなんかやったりとかするわけで、そうだよね、セールスフォースだけをするんだったら俺フリーランスでいいと思う、会社の社畜のように馬車馬のように働かさせられて、だったら俺フリーランスで自分の時間ある方がいいと思う、月額60万とか70万ぐらいの案件で静かに生活できて好きな時に好きな分だけ仕事ができてるんだったらありだと思う、個人事業主がセールスフォースビジネスするのが賛成かな、たった今だけ考えると、ただ事業ってそのビジネス仕事事業みたいなところだったら会社としてするんだったら僕はノーかな。マネタイズがおもんないな、例えば沼ちゃんリツキが言った時にお前ら行ってこいって働いてもらって何してるかどうか知らないけど結果いくら稼いできたのしか興味がなさそう、なんかそこに愛はあるんかって言いそうセールスフォースを愛してる経営者だったらちょっと違うかもしれんよね。セールスフォース大好きもう、何がセールスフォースの何がシステムがとかもうなんかもう何がとかもうキティちゃん好きみたいな。出たわまたよくわからんやつ。キティちゃん好きだからなんかキティちゃんでビジネスしようみたいな。ディズニーランドみたいな感じ？ディズニー好きだからみたいな。ディズニー関連の仕事をなんか事業しようみたいなっていう感覚の人だったら楽しいのかもしれない。セールスフォース好きだから常に扱えるし、セールスフォースが大好きだからセールスフォースの事業をしたいはクソ楽しいと思う。俺らセールスフォース愛がないのかな。いや僕はそうセールスフォースかしか知らないからだけども、僕セールスフォースはね多分面白いんだと思う。面白いと思うよ、これもできるんかいがやっぱあるじゃないですか。アップエクスチェンジがさもう特徴でさ勤怠管理作ってるわけでしょ、セールスフォースプラットフォーム上でとかって考えるとやっぱ何でもできるっていう観点が面白いよね。 CRM 上にね勤怠管理作るってね
うんなかなかね。だから難しいですね。そう考えるとセールスフォースのビジネスをやり続けるやりようによってはですよね。もうだからいいんだとは思う。いいと思うね。悪いことではない。アップエクスチェンジとかその自分たちの得意分野をセールスフォースでやろうだったら賛成、ただなんかセールスフォース社の下請けみたいな感じで作るだけはおもんない、そういうことっすねっていう結論だね。そうだそうだよ。フライクどこに入んのどっちもないぞ。フライクはセールスフォースビジネスをしていないが結論か。それはフライクの個性というか、なんていうんですか、優位性では違うか。でもそういう優位性でもあるんじゃないかな。最後にさ、アップエクスチェンジで作るなら何を作る？いやー尖りたいな。01は難しいから僕は今困ってることを楽にしたいな、やっぱり。パワープロ。出たパワープロ。あれゲームっていいね。遊びながら。すごいびっくりしたわ、パワープロ出してきた時。あれ大滝さんアイディアない？あら、そうなんですか。著作権俺だぜみたいな顔してました。なんかきっかけ自体は僕たち前スカウターをしてたんですよね。でスカウターで見る項目多すぎてなんか分かんないから、フライクだったら例えば論理的思考力とかまとめる力とかそういうのだけをピックアップして六角形とかにして表示しようみたいなのがあって、それをなんかセールスフォースの入力項目じゃダサいじゃん。それを綺麗な画面にしてしまってパワープロの能力値みたいな ABCD でやろうみたいな話をしてたですよね。今5000万手元にあります。何を作りますか？いやでもなんかそうきたかみたいなのを作りたいですけど、浮かんでないっていうのが正直な。チームスピリットは私はマジ画期的だと思うんですよ。勤怠管理、もちろん顧客と紐付けてプロジェクト管理みたいな要素もあるけども、勤怠管理として使えるっていうで各人事系の人事労務系のソフトと連携できるみたいなっていうのは、なんかそういうなんかそうきたかみたいなのを作るかっていうのが一つと、もう一個が今の話ゲーミフィケーションみたいな、仕事を管理されるツールなんだけどそこにめっちゃゲーム要素あるみたいな。それこそ商談活動履歴入れたらポイント貯まっていきますみたいな、で俺の今のランクは勇者だみたいな、とかっていうなんかそういうそうきたかみたいな、っていうなんかそういう系がなんかありきたりは楽しくないかな。なんか請求書管理なんとかとか誰かがしそうだもんね。そうきたかみたいなのがいいかな。どうぞ。いやー出してんだけどな。いや今めっちゃ喋ってましたけどこの人実は出してないですからね。どうして？ゲーミフィケーション。活動とかってことか、さっきのやつか。何でもいい。普通に仕事してればポイント貯まってますみたいな。それか。で福利厚生ってなんか5000ポイントで Amazon ギフト券1000円に買えれます。そういうのあったよね。なんかサンクスギフトみたいな。なんかそういうの制度ありますよね。福利厚生のありがとうをお金に変えますみたいな。それセールスフォースでできるだろうぐらいしか思いつかないですよ。なんか楽に見積もり作るとか、なんか今ださ、チームスピリットすごいって言ったけどグダグダいやそうやっぱ01難しいんですよね。僕はほらプロジェクトはい終わります。あれながらフライク終了打ち切り打ち切りセールスフォースのエンジニアをこのまま続けても大丈夫かどうか。こうセールスフォースだけってなっちゃうと他のことをわざわざ入れる必要ある？セールスフォース神様なんです。いやいやお前待てよ。